ガンダムシリーズにはそのインパクトの強さから今なお愛されているセリフが数多く存在します。ただ中には別作品のキャラと組み合わされミームとして消化されているものもあるため、アニメだけを見ている方の中には何そのセリフ知らんとなるセリフもあるのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズの中から印象的な名言6選を紹介していきます。なお本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。命はおもちゃじゃないんだぞ。こちらは機動戦士ガンダムエイジ14話でフリットが放ったセリフです。ガンダムシリーズの中でおもちゃじゃないというセリフはたびたび出てきますが、その中でもトップレベルに有名なセリフでしょう。作中フリットの初恋相手でもあったユリン・ルシェルがデシルガレットによって X ラウンダーの才能を見出され連れ去られた挙句、アンノウンエネミーの新型モビルスーツファルシアに強振のためのユニットとして出撃させられます。そして最終的にユリンはフリットをかばい死亡するのですが、デシルはユリンの死を盛り上げてくれる遊び道具が一つ減っただけさと嘲笑いながら吐き捨てたのです。そんな人の命をおもちゃのようにもてあそぶデシルの言葉に激怒したフリットが放ったのがおもちゃじゃないんだぞ。ユリンの悲惨すぎる最後や後にフリットが復讐の鬼となるきっかけとなった象徴的なセリフとしてファンの間で記憶されており、その経緯から考えてもとてもネタにできないような非常にシリアスなセリフとなっています。しかし後に本セリフも他シリーズのキャラと組み合わせネタセリフへと改変されました。そのきっかけは2014年より稼働したエクストリーム VS マキシブーストに登場したボス機体インフィニットジャスティスです。本来ラスボス機体はダウン値が高く設定されている上にスーパーアーマーを装備しているためコンボハメがしにくくなっています。しかし本作の忍者はミーティアをパージした後スパーマがなくなるためコンボハメで遊びやすくなるのです。特に忍者のステージは到達しやすく増援も来ないため積極的にコンボハメの実験体としておもちゃにされました。そんなアスランと忍者の状況を見た一部プレイヤーから同情の声が上がったのですが、その際彼らが引用したのがアスランで遊べる機体の一つだったガンダムエイジ1の覚醒セリフ命はおもちゃじゃないんだぞでした。このセリフ実はコメントセットにも登場するため命の部分をアスランに置き換えることが可能でした。その結果プレイヤーの間でボスキャラとしてのアスランの現状を嘆くセリフとしてアスランはおもちゃじゃないんだぞという言葉が爆発的に広まっていきました。間もなく最後の扉が開く。私が開く。こちらはガンダムシード45話でラウル・クルーゼが放ったセリフです。作中コロニーメンデルでキラ・ムーと対峙したクルーゼはメンデルで行われていた最高のコーディネーターを生み出す実験に関する真相とともに自身がムーの父親アルダフラガのクローンであることを明かしました。そして欲望のままにいがみ合い殺し合う世界が生み出した闇そのものといえる自分にこそ人類を裁く権利があると語ります。そして人類滅亡のきっかけを自らが投下するという意思表示として放ったセリフが間もなく最後の扉が開く。私が開く。シリーズの中でも屈指に弱っていると評されるコズミックイラの闇を一身に背負って生まれたラウ。そんな彼の世界を破滅させるまでに育ってしまった狂気とそれを見事に表現する関俊彦氏の鬼気迫る演技によって現在でもクルーゼの屈指の名セリフとして語り継がれています。当然重すぎるクルーゼの過去や作中終盤の緊張感を思えばとてもネタにはできないシリアスなセリフなのですが、後に本セリフもバーサスプレイヤーによってしっかりとネタにされました。そのきっかけは2012年に稼働したエクストリーム VS フルブーストにあります。本作でクルーゼはプロビデンスとともに第1ステージのボスとして実装されました。ただエクバシリーズのタイムアタック勢にとって第1ステージのボスは格好の的になるためプロビデンスも例に漏れずひたすらおもちゃにされます。そんなプロビデンスを撃墜した証こそ非撃墜リザルト時のボイスである。扉が最後の扉がこのセリフを出しに行き、かつ
2コンボで撃墜を狙うことをセリフにちなんで扉チャレンジ。そしてチャレンジの標的にされるクルーズは扉おじさんというあだ名が付けられました。なお非撃墜リザルト時のボイスは扉と高笑いの2パターンが用意されており、一部界隈では高笑いの方を引くとチャレンジ失敗になるという謎の厳しすぎるレギュレーションもあったようです。やっぱ俺って不可能を可能に。こちらはガンダムシード49話でムーラフラガが散り際に放ったセリフです。作中ムーは自分の斬新な発想と高い実力で状況を打開しようとする際に不可能を可能にする男と自称する場面がたびたび見られました。これは仲間を鼓舞するセリフとしても使われているため、危機的状況でも希望を見出してくれるような名セリフです。またムーが自身の異名であるエンデュミオンの鷹を好んでいないため、ほぼムーの異名としても広まっているような印象を受けます。そんなムーの名セリフが特に印象的な使われ方をしたのがシード49話でした。最終決戦となる第2次ヤキンドゥエ攻防戦にてプロビデンスとの戦いで機体が中破し、アークエンジェルへと帰投します。そんなムーを受け入れるためアークエンジェルはハッチを開きますが、その隙を狙われてドミニオンからローエングリンが発射されました。回避もままならず、誰もが死を覚悟した時、ムーのノルストライクがローエングリンを受け止めます。しかしさすがに満身創痍の機体ではローエングリンを受け止めきれず、ストライクは爆散。それでも見事アークエンジェルを守りきった自分の行動を自画自賛するように、ムーはやっぱ俺って不可能を可能にという言葉を残し散っていきました。派手な爆散に加え、初期テレビ版ではムーのヘルメットは宇宙空間に漂っていたので、さすがにムーといえども生存は絶望的と思われたのですが、なんと次回作であるシードデスティニーで生存していることが発覚。誰もが生存を諦めた状況から生還し、真に不可能を可能にする男となったのです。さらにシードデスティニーではスカイグラスパーでアークエンジェルを守った際に過去の記憶を失っているにもかかわらず、なんたって俺は不可能を可能にする男だからなと言い放っていました。それだけには飽き足らず、劇場版シードフリーダムでは暁でレクイエムのビームを反射してみせ、再び不可能を可能にしました。もともとはアークエンジェルを守って死亡予定だったはずが、作品とキャラの人気から無理やり生存ルートが作られたのだと思われますが、今ではもはやムーなら何やっても良いとネタにされている感じすら伝わるキャラになりました。ちなみに本セリフの元ネタは映画ミッションインポッシブルで、どんな困難な任務でもこなすイーサン・ハントを称して広告などで打たれるキャッチコピーとされています。私は敗者になりたい。こちらは新機動戦機ガンダムウィング25話でトレーズがロームフェラ財団への演説で放ったセリフです。本セリフはガンダムシリーズ屈指の難解セリフとなっており、初見では意図を汲み取りきれず、なんなら声優を担当された沖谷氏ですらトレーズが何を言っているのか分からず困惑していたようです。ただトレーズの美学を紐解けば、本セリフに関しても決して脈絡のない名セリフというわけではありません。そもそもトレーズは人間を戦う姿勢を持っているからこそ美しいと感じており、守ろうとしていたコロニーに裏切られてもなお戦い続けるヒーローたちガンダムパイロットから戦いの美しさを見出していました。客観的に見れば戦う理由を失い、戦う理由に裏切られたヒーローたちは敗者です。しかしヒーローたちは自分たちの信念を果たせなかった敗者だからこそ、全てに裏切られてもなお捨てられない信念のため戦い続けられるのでしょう。そんなヒーローたちに自身の美学を見出したトレーズは、ヒーローたちのようにありたい、または彼らとは真逆の道を行く歴史的な勝者にあたるロームフェラ財団とは相入れないという意味を込めて、私は敗者になりたいと発言したのでした。ちなみに本セリフの派生形として、その機体に乗って勝者となってはならないというセリフがあります。これはエピオンに乗ったヒーローに送った忠告です。エピオンに搭載されているゼロシステムは、戦闘において最適な選択肢をパイロットに提示する勝利するためのシステムとなっています。しかし勝利を追求するあまり、本システムは人並み外れた選択肢すら提示し、パイロットを飲み込もうとするのです。そのためトレーズは自身の美学と合致するヒーローに
システムに飲まれるな、美しさを捨てるなという忠告も込めて、勝者になってはならないと忠告したのだと思われます。汚名挽回。こちらは機動戦士ゼータガンダムでジェリドがバスクオムに対して放ったセリフです。汚名挽回という言葉、汚名返上と名誉挽回という日本語を知っていれば誤用と感じる方も多いのではないでしょうか。4話でジェリドが自分が汚名挽回をしたくと言っている上に、映画版ではジェリドがガブスレイに登場して汚名返上と高らかに宣言していたりと、明らかに制作側も誤用だと認識しているような描写が見られます。そのため長らくファンの間ではジェリドが間違った日本語を使っているシーンとして語り継がれていました。しかし後年、実は汚名挽回という言葉もあながち間違いではないという説も浮上します。というのも挽回には元に戻すという意味があるため、もし汚名を被っていなかった状態に戻るという意図で使われているのであれば意味も通ります。実際2014年には国語辞典の編纂者である飯間博明氏がツイッターにて、汚名挽回は汚名の状態を元に戻すと考えられ誤用ではないとツイートしていました。ちなみに汚名挽回が誤用だと広まったのは1976年発売の死にかけた日本語という書籍が原因とされており、それ以前は普通に汚名挽回は使われていたとも語られています。一方で汚名と挽回の間に憶測が含まれすぎており、汚名返上の方が無理なく解釈できるという意見もあり、現在でも議論が続いているようです。なお、汚名挽回を世間に広めた当のジェリドは言い放った直後にバスクから汚名挽回、この言葉は実績を見せた者が言うことだと、そもそも誤用云々以前の問題を指摘されていました。ちなみにあまり話題になりませんが、ガンダムダブルゼータ43話でもキャラスーンがブル2を取り逃がした汚名挽回をしたいのですと汚名挽回を使用しています。単に汚名返上の意味で使われていたのか、それとも強化人間のおかしくなった精神状態を分かりやすく表現する方法として意図的に使用されていたのか気になるところです。ジェットストリームアタック。続いて機動戦士ガンダム24話にて初登場した黒い3連星の必殺技ジェットストリームアタックです。宇宙世紀の世界ではミノフスキー粒子が散布されている都合上、レーダーが使えないため目視で敵機を判別する必要があります。そのため複数のモビルスーツで攻撃を行う際、横に展開するのではなく縦に陣を敷くことで後続を隠して機体数をごまかせるだけでなく、短時間で連続攻撃が可能となるのです。黒い3連星はこの技でルーム戦役にて多大な戦果を上げ、一躍有名になりました。そんな彼らの活躍はジェットストリームアタックとともに受け継がれているようで、縦にモビルスーツを展開する戦術を取る者たちが一定数見られます。またそのキャッチーなネーミングから、現実でも非常に認知度が高いフレーズで、ガンダムに技を破られた際にガイアが放った「おお、俺を踏み台にした!」とともに、ガンダムシリーズはもちろんさまざまな作品でオマージュが行われていました。例えば G ガンダムではネオ香港にて3人のチンピラがジェットスクリームクラッシュという技を繰り出しています。またシードデスティニーではドムをオマージュしたドムトルーパーという機体が登場。ヒルダ、マーズ、ヘルベルトの3人がジェットストリームアタックを繰り出しています。ちなみに非常に知名度の高い戦術ではあるものの、もともと対艦戦用に編み出されたこともあり、対モビルスーツ戦ではそこまで有効打にはならなかったようです。実際ザ・ドッグ・オブ・ウォー UCWO92 ではギラドーガ隊がジェットストリームアタックを繰り出すも、ミューラー隊員こんな古い手でと一蹴されていました。また漫画アクロス・ザ・スカイでは海賊がデルタ海に対して行うも、パイロットから流行らないんだよそんなものと容易に突破されています。宇宙世紀 O169 を描いたクロスボーンガンダムダストでは、貫通力の高いヒートセラミック弾により一直線に並んだところを一網打尽にされていました。ちなみに後の時代にはランバラルの技として誤って伝わっているのか、ダストでは技を繰り出したうちの1機がラルの仮面をモビルスーツにかぶらせ、ランバラルにあやかろうとしています。ということで以上、ガンダムシリーズのインパクトのある名言6選でした。
真面目なシーンで使われているセリフであってもインパクトが強いと後年ネタにされるケースもあるのが面白いところではないでしょうか。皆様が好きな名言もぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。